パート71始めていきましょう。今回は二の丸御殿を囲う塀を作っていきたいと思います。早速塀を作っていきましょう。まずは内側の部分ですね。堀に面した外側の部分ではなく、屋敷の中庭を区切っている仕切りの塀から作っていきたいと思います。白漆喰の壁なので、滑らかなクォーツを使って塀を作っていきます。広間、書院、心情、それぞれの棟がある間の部分に塀を立てていきます。各棟を仕切る塀には木戸がついていたと記録が残っています。というわけで、木戸の部分を黒かしで囲って開けていきたいと思います。たるきを作っていきましょう。ここの塀は偶数幅なので、向かい合ったたるきを作ります。ここにたるきを置くには補助が必要ですね。奇数幅の塀は真ん中にハーフブロックを置いてたるきを作っていきます。たるきの外側に石レンガを置いて屋根を作っていきましょう。二の丸御殿は時代によって形を変えているところが多くあります。今回は1712年頃に描かれた信州松本城の図を基本に作っていきます。二の丸御殿の西側の塀を完成させてしまいましょう。というわけで、お堀に面した塀も作っていきます。こちらには黒漆塗りの下見板を使った高塀を作ります。まずは石垣の上に黒コンクリートを並べていきたいと思います。2段目も黒コンクリートを並べていきます。ここはお城の内側にあたります。様は作らずに下見板を作っていきたいと思います。一番上の部分は白漆喰です。クォーツを並べていきます。たるきを作っていきます。こんな形で一方向に向いているたるきを作ります。屋根になる石レンガを補助に使いながらたるきを作っていきたいと思います。仕切りの塀と交差するところは屋根が段違いになるので、うまく接続部分を作りながらたるきを伸ばしていきたいと思います。お堀側は邪魔するものが何もないので、たるきの外側に石レンガをそのまま置いていきたいと思います。屋根の2段目3段目はハーフブロックで高さを上げていきます。ハーフブロックを置いて西側塀の屋根を完成させていきましょう。
東側の塀も作っていきましょう。西側と同じように、まずは御殿内の仕切りとなる塀から作っていきます。東側の塀ができましたね。庭を仕切る塀が二の丸御殿は御殿の中庭にもあります。というわけで中庭の塀も作りに行きたいと思います。湯殿の通路の前ですね。奥御殿と奥屋敷に挟まれた中庭、この部分の仕切りの塀を作っていきましょう。ここには太鼓板壁の塀がありました。というわけで太鼓板壁を黒かしを使って表現していきたいと思います。壁の一番上の部分は白漆喰を表現するためにクォーツを置いていきます。屋根を作っていきます。たるきがない形の屋根ですね。御殿の東側に戻ってきました。この内玄関に挟まれた場所、ここにも塀を作っていきます。この場所には接近や腰掛けがありました。というわけでまずは骨組みの1段目を作っていきます。塀が立つ部分に白漆喰を置いていきましょう。塀のたるきを作っていきます。塀の屋根を作る前に、まずは建物の骨組みから作っていきたいと思います。骨組みができました。まずは建物の壁から作っていきましょう。建物の壁が出来上がりました。というわけで塀の屋根を先に作っていきます。建物の中にある接近を作ります。ここの接近は外から排泄物を集める部分を作る高さがないので、汲み取り式にしましょう。
内装ができたので天井を作っていきます。板吹きの屋根を作っていきましょう。ここは小屋のような形ですので、たるきを置かずに屋根を作っていきます。腰掛け小屋が完成しました。というわけで、この小屋との間ですね、この部分にも塀を作っていきたいと思います。この部分は板塀にします。二の丸御殿北側の塀も作っていきましょう。お堀に面している場所なので、黒漆塗りの下見板で塀を作ります。北側の塀には狭間を作ります。というわけで、狭間を作りながら2段目を作っていきます。この二の丸御殿の北西部分には今も残るお金蔵があります。このお金蔵は幕末の動乱に備えて江戸時代末期に建造されたものですが、今回参考にしている御殿図には描かれてなかったので建築しませんでした。北側西部分の塀が完成しました。というわけで、同じように東部分も作っていきたいと思います。お堀に沿った塀は作り方はすべて同じ形で作っていきたいと思います。本丸と二の丸の間、このお堀の北側には芦田塀という塀がありました。今回はこの芦田塀も再現していきたいと思います。堀に杭を打ち込み、水面より上部分には板塀を作る作りです。松本城には芦田塀が2つありました。1つはここ、もう1つは渦見橋がある場所に建てられていました。景観を優先して今回の再現建築では渦見橋を作っていますが、本来はこの芦田塀が本丸の北側東西にあり、内堀と外堀を分け隔てていました。内堀と外堀を区切る目隠しの役目と水上移動を防ぐために作られた塀です。壁は黒漆塗りの下見板、黒コンクリートで再現していきましょう。屋根は瓦葺きですね。石レンガで再現していきます。
最後に明治時代に撮影された写真に写っている支え柱を作って完成したいと思います。これで芦田塀が完成しましたね。パート71、今回は二の丸御殿を囲う塀を作りました。いかがだったでしょうか。残すところはこの玄関の前の門ですね。あとは板書や腰掛けといったそういった建物のみとなりました。というわけで次回はこの二の丸御殿を完成させたいと思います。二の丸エリアの象徴する建物ではありますが、まだまだ二の丸エリアの建物はたくさんあるので、今後も楽しみにしていただけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。